耳で聞いてはいけない。こめかみで聞くのだ。これは舞台の立ち聞きの場面でのお話です。こういう口伝がザクザクと、今日はそんな本をご紹介します。皆さんこんにちは。ゴンのやおむすび、ゴンのゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。日本舞踊や日本の古い本を紹介するコーナー、いにしえ日記。今回取り上げますのは、こちらのちょっと古い本ですけども、梅の下風です。六世尾上梅光による芸談本です。1930年に初版された本なので、ちょっと活字などもね、読みにくいところなどがありまして、今回はちょっとあまり長くならないようにしようとは思っていますが、芸談をいくつか一緒に味わいながら、ゆるゆるといつものように進めてみましょう。六世尾上梅光というと、歌舞伎の女形の大家です。1870年生まれ、明治末期から昭和の初期にかけて活躍しました。15代市村羽左衛門の相方として数々の舞台を重ね、5代目中村歌右衛門らと共に同時代の女形を代表する存在でした。女形としての品格と技術、その両方を高い次元で持っていた役者さんです。梅光という名前は梅の香りがそっと漂うような品のあるお名前ですよね。梅の下風というタイトルもまさにその名前から来ているのでしょう。古い時代の芸談本で多くの歌舞伎役者さんがお読みになっていると聞いたこともあります。そしてこの本も古本でしか手に入りませんね。こちらですね。ちょっとね、活字がさっきも言ったんですけど読みづらいこともありますけども、読んでみると、梅光さんの人柄がにじみ出ているような文章で読み応えがある本です。今日はその中から印象に残った情をいくつかご紹介します。では、まずはちょっとした豆知識から。常識幕ってご存知ですか？歌舞伎の舞台で弾かれる縦縞の引き幕のことですよね。こんなことが書かれていました。昔、猿若町に3つの芝居小屋があった頃、それぞれで幕の色が違ったと。中村座は黒、柿、白。市村座は黒、柿、萌木。森田座は萌木、柿、黒。ちなみにこの幕が生まれたのは江戸の寛文4年。もともとは阿竹丸という船の方を拝借したのが始まりという伝説があるそうです。ということで、この次の条が船と芝居という条になるんですけども、ここに面白いことが書かれていました。土間、桟敷、前船、中船、後船等は皆船に縁があり、見物の来るのを潮が来るとも申します。舞台を板と言い、その下が奈落だというのももちろんその意味です。ということで、ちょっと面白い話だなと思ったので、少し調べてみたんですけども、江戸時代の川船には本当に土間と桟敷があったそうなんですね。一段低い炊事や荷物置きのスペースが土間。一段高い客席スペースが桟敷。そしてここからが面白いんですけども、芝居小屋。芝居小屋の1階のお客さんがぎっしり入って盛り上がっている様子を海に見立てて、その海を見下ろす席、2階の席ですね。こちらを船と呼んでいたというんですね。だから2階の客席のことを前の方を前船、そして中腹が中船、後船というふうに呼ぶんだそうです。そういえば日本舞踊の演目にも海や船を題材にしたものって多いですよね。
船に乗り込むシーンなんてものもよく出てきませんか？江戸の人たちにとって船や海がいかに身近なものだったか、こういうところにも出てきますよね。はい。それでは今日はここからが一番お伝えしたいところです。研究と礼儀というタイトルのところですね。まず、バイコーさんのお父さんのお話が出てきます。父は86歳で亡くなるまで自分が出演している芝居は面白い面白くないにかかわらず最初から最後まで全部見ていた。すごいですよね。大家であっても研究を忘れないその姿っていうのはもうあっぱれですし尊敬するところですよね。そして続けてこう書かれています。年を取ると若者に負けまいという気持ちはわかる。でも腰が曲がっているのに振袖を着てみようなど似合わなくなった装束を着てまで舞台に立とうとしない方が良い。大家が80歳にもなって八百屋の秘書をやったなどという話はあるけれども、昔はろうそくの明かりだったから良かったのだ。けれど今はこうこうと光る電気の下。その人の芸の腕よりまず顔が目につくものだ。若い俳優は西洋の草花のように美しいから見た目が違うんだから。だから、タバコを3本飲んだところを2本にして、そして1本にする。その1本を深く味わえばよい。ねえ、この言葉、ぐっときませんか？ 3 本が1本になっても、その1本を深く。量ではなく、深さで勝負する。これは舞踊でも全く同じだと思いますし、それが面白さだと思っているんですけども、同じ演目を自分で演じていても、体がよく動いていた若い頃、体つきも顔も綺麗だった時の舞踊と、円熟味が出てきた時の舞踊っていうのは、そもそも全く違うものになっていますよね。それは見る方、観客として見る方も、見る楽しみ方がまた違いますよね。若い頃、そして円熟味が出てから、その両方が楽しめるのが面白いですよね。そして礼儀の話。昔の人は自分の知らないことは自分の下の人にでも誰にでも聞いた。そして教えてもらったことを自分の体にはまるように工夫した。もし教えてもらったことを少し変えようと思うときも、あそこはこう思うがどうだろうと必ず先にお断りを入れた。これをバイコさんはこう嘆いています。今は電話で問い合わせてくる。そして出向いてきたかと思ったら、タバコを飲みながら座布団に座って見物するような気分でいる。一度見たら立ち上がって帰る気。それがバイコを指導として宣伝になる。ね、でもって感じなんですけど、これってね、あんまり笑えない話で、現代に置き換えると、いくらでも似たような話ってありますよね。教わるしさで、その人の本気度がわかるっていうか、最終的な習得具合もかなり違ってくるような気がします。教わる時くらい座布団を跳ねるのは当然のことだろう。舞台は戦場と心得るという言葉がだんだん通じなくなってきたとも書いてありました。ちょっと悲しい言葉ですけども、バイコーさんがこれを書いた時代からそういうことはあって、さらに時が経っている今、ね、どうでしょうか。芸の質が変わってきたと言われても仕方のない内容だなとも思いますね。この言葉をどう受け取るか、皆さんも一緒に少し考えてみてください。さて、最後に少し軽いお話をしましょう。金の持ち運びという章。
舞台の小道具の小判っていうのは、板に紙が貼ってあるだけなので、実に軽いものですね。でも、バイコさんのお父さんはこう言ったそうです。小判で100両は重いのだぜ、と。バイコさん自身は畳に置かれたお金を取るとき、ちょっと自分の方にずらしてから持つ。そして持ったとき、差し出す手が少し下がるようにしている。そんなことが書いてありました。こういう細かい工夫が舞台のリアリティを作るんですよね。誰にでもできること。でも、やらないこと。槍とか持つときもそうですよね。私、高校生の時に、バトントワリング部に入っていたので、棒を持つと、ついくる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 回してしまう癖があったんですよね。そしたら、先生にすごく怒られたのを思い出しました。そんなに軽々と回したら、槍の重みが何も伝わらへんで、っていうふうに言われましたね。本当にその通りですよね。立ち聞きの口伝では、冒頭で使いましたけども、耳で聞くと、あんましのように見える。だから、こめかみで聞く。これ実際に試してみると、なるほどなって感じで面白いんですよ。ぜひ、皆さんもやってみてください。そして、酒の飲み方。こんなことも書いてあってね、これもとても面白かったんですけども、昔、三五郎さんが、張り子の湯飲みの縁を爪で弾いて時計の音に合わせるっていう道具代わりっていうものが大評判で、それを見ていた後見が、本物の瀬戸物にしたら一層良いだろうと思って、すり替えたら、三五郎さんがこう言ったそうです。瀬戸物を瀬戸物に見せるっていうことは誰にでもできる。張り子を瀬戸物に見せるところに苦心があって腕があると言われるのだ。ね、いい話ですよね。本物を使えばいいっていうもんじゃない。見せる技術、そこに芸がある。バイコーさんはさらに酒の飲み方の細かい所作まで書いています。お酒の好きな人は、杯に口をこう持っていきますね。一口飲んで、お腹にスーッと入って落ち着いてからセリフに入る。下戸は一口飲んだらすぐに杯を置いてセリフに入る。茶は一口、酒は二口と言うんだそうです。一口目で味わって、二口目で喉に通す。こういう細かいところまで観察して表現する。そこに面白みがありますよね。教わった振りをそのまま形として表現するというのとはちょっと違うんですよね。こういうお話がね、盛りだくさんで、こういう古い芸談本ってやっぱり面白いなっていうふうに思いました。はい。今日は梅の下風、六世尾上梅工場の芸談集をご紹介しました。そうですね。この本で一番印象に残ったのは、タバコのところですかね。3本が1本になっても、その1本を深く味わう。量が減っても深さは増せる。そういう芸のあり方がここに残っていました。はい。それでは今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。次回もまた古の言葉をご一緒に味わってください。ありがとうございました。さよなら。